パンラボの池田です。青山の一つ星レストランがパン屋をオープン。高級食材ドーンの夢のパンモニカ。今回は東京都渋谷区青山。見よこの大行列はアイムドーナツの話でまた今度並ぶことにして、その近くの子供の城国連大学青山学院大学の交差点を246から折れてちょっと歩いたところの地下のフレンチラチュレ。ジビエが有名なこのレストランから角を回った裏手に問題の店はあるという。看板も目立たず隠れ家チックだが、ガラス越しにパン見えてる。ここか？パン屋？レストラン？やっぱりレストランラチュレかと思ったら看板変わった。モニカ。この方はシェフパティシエの橋本正樹さん。何々フレンチシェフとパティシエが作る唯一無二のパン屋さん。橋本さんはデザートシェフとパン職人の二刀流を行っているのです。入る時のドキドキ感は高級レストランに入る時のそれだ。カヌレ、クロッカンザマンド、クイニーアマン、アンバタ、パンオショコラ、クロワッサン、クリームパン、ソーセージパン、エビフライ、ホタテフォカッチャ、パテバーガー、カレーパン、クロワッサンサンド。パンが少ない感じですが、一つのキャラが濃厚。それに随時足されていきます。カーテン1枚で仕切られた向こう側は星付きレストラン。売り場から厨房が見える。戦場のようにせわしない同じ厨房からパンが生み出される。なぜフレンチレストランがパン屋を作った？オーナーの室田がパンが好きっていうのがまず根本にあって、高校の時とかパン屋さんでアルバイトしたりしてたんですけど、それいつかパン屋さんにやりたいなっていう思いと、僕自身このレストランで今デザート作ってるんですけど、その前のお店で結構パンを作ったりお菓子を作ったりしていて、僕もすごいパンが好きなんですね。惣菜パンに関してはやはりオーナーが料理人なので、こういう具材を乗せたいとか、こういう惣菜パンを作りたいっていうそのイメージを僕に伝えてもらって、でその惣菜に合わせてどういうパンを合わせるかっていうのを僕の方で提案をして、もっと柔らかいパンがいいとかハードなパンがいいとか、そういうのをオーナーとすり合わせながら作っていきました。お菓子パンは僕が主体となって、パティシエが作るパンなので、そういったクリームだったりそのフルーツの素材だったり、技法もそうなんですけど、こうやってパティシエの技術を生かしたパンを作りたいなっていうことで僕がメニューを考案してます。エビフライのビエノはこんなにでかいエビフライパンに挟んじゃうのか？これは夢だ。ドリームズカムトゥルーだ。嬉し楽し大好きだ。バキブリダイナミック。エビ食べられてなお生きがいい。ぶっといから味も濃厚に感じる。パンオレムチ。濃厚なミルクの甘さとエビとタルタルのバルサミコが甘じょっぱ酸っぱワールドを展開。エビもでかいですね、エビ。そうですね、ブラックタイガーなんですけども、やっぱりその小さいエビよりも大きな丸々と太った大きなエビの方がやっぱり食べてて美味しい。食感もプリッとしてますし、噛み締めた時にエビの香りだとか旨味がバッと出てくるので。パテ・ド・カンパーニュバーガー。肉料理が呼び物の星付きシェフが作るパテでハンバーガーだと？どれどれ。カモネとガオー。血の香りが銃の本能を呼び起こす。癖もないハード系じゃなくて全粒粉入りのバンズ。歯切れがいい上に全粒粉の香りは肉と拮抗する。コルニッションとシュークルートのキレのある酸味がパンと肉をつなぐ。欲張りクリームパンでかおよそ2個分。レストランパティシエが作るとクリームパンどうなるんだ？さっくり割れると直ちにクリームの香りダダ漏れ。酔いそうなほど洋酒の香りたっぷりクリーム爆弾。卵濃厚バニラ濃厚
気泡が粗めの生地にクリームが染み込む。生地も濃厚ゆえに濃厚地上の快感、吹っ飛ぶ意識。僕がそのパティスリー時代で修行した時のクリームをそのまま中に詰めてて、僕前のお店がレタンプルスっていうお店なんですけど、やっぱりそのパティシエールを炊くってやっぱパティシエの基礎の力なんで、そのものを詰めてます。はい、すごい濃厚ですよね。そうです。卵もこだわってて、千葉の卵なんですけど、トヨンチの卵っていう卵で卵黄が特に濃くて甘みもしっかりしてるので、それを使ってバニラもたっぷり入れて炊き上げてます。橋本さんが何かを作っている。これはあんバターじゃないか。何を振りかけている。あえてこうクリームに塩を入れずに、こうあえて後で粒で乗せて、ところどころこう舌に当たるような感じで、あえて後で振ってます。あんバターサンド、サクッなんて気持ちいい歯切れ。これはブリオッシュだな。卵もバターも濃厚、まさにパティスリーのブリオッシュだ。クリームから溢れ出すミルキーさとお酒の香りがあんこのしつこさを切る。豆の香りがブリオッシュに染み込んでいく。このスイスイいける感じはあんバタ業界に一石を投じる新しさだ。パティシエが作るんだったらバターにもこだわりたいなと思って、バターもクレームムースリーヌって言って、よくケーキ屋さんではミルフィーユとかにサンドするクリームなんですよ。イメージはフランスにトロペジェンヌっていう、トロペジェンヌをイメージしたあんバターサンドなんですよ、僕のイメージとしては。レストランのデザートと同じフルーツを使用するモニカ・デニッシュ。そびえ立つストロベリータワー、どっから食べたらいいかわからん。栃木のいちご、とちあいか、サクブチュ、いいいちごだ。しっかり甘くてしっかり爽やかな酸味。そこにちょうど濃厚パティシエールと濃厚ピスタチオクリームが入り込み、鍵穴に鍵がぴったりとはまるような快感。季節によってそうです、季節によって変えてます。これからはいちごなんですけど、この前は柑橘を使ったりイチジクを使ったり、その旬のもの、レストランのデザートに使っているフルーツをデニッシュにも使ったりしてます。はい、一つ星レストランと同じ素材、同じ感性をテイクアウトで味わい。あなたもここに来てパンの夢を叶えてみませんか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。いいね、コメントもお待ちしております。